どうも MDS です。以前精錬石無限だっつってキングモの自動処理施設を紹介したんだけど、スプリングアップデートでダンジョンが再生成されちゃって、ダンジョンの中に作ってた施設が消し飛んだんだよね。あと今は天空ワープバグっていうのもあって、コンベアで流し続ける形だとたまにダンジョン外に、出ちゃうっていう状況なんだよね。なのでコンベアでモブを流さないダッシュ板式施設を作りました。ただ1回目作ったやつだとたまにこんな感じで壁の中に入っちゃって、プレイヤーとの距離が結構近くて攻撃されちゃってたんだよね。なんでキングモノを吹っ飛ばすときにできるだけプレイヤーから離れるように作りたくて、そしたらクラフトピアの動画投稿してる方にザックさんって方がいるんだけど、中級の試練中級でバッティングマシーン作ってたんだよね。完全にこれだって思ったので、早速パクぜひリスペクトさせてもらおうと思って作りました。そして完成した施設がこちらになります。この施設の作り方はちょうどね、同じ島の中に中級の試練がもう一個余っていたので、そちらでね、簡単に作り方を説明しながら紹介したいと思います。まずはうわー、スレスレだ。まず溶岩スレスレに床を張りますこんな深いか。これは多分レアケースだと思うけど、別に深さは何でも大丈夫です。まずは、転落しないように溶岩スレスレに床を敷きます。次に王子物がたまる場所と物がたまる場所を用意して、王子物がたまる場所の上から射出できるように真上にダッシュ板を置きます。で、一応この射出部分に関しては氷で作った方がいいかな。氷が一番ダッシュ板の力をフルに活用できるので、この部分は氷で作るのが無難だと思います。で、キングモノは壁と壁の継ぎ目に、立ってしまうことがあるので、横に、コンベアを置きます。で、氷の壁で覆うことができたら、次はこの下、今木の板で塞いでいる下の部分に足場となる坂道を置いていって、溶岩に浸からないように気をつけながら、溶岩に浸からないように気をつけながら、壁を立てていきましょう。こんな感じで溶岩に沈みすぎると死んでしまうので、溶岩の深さは浅い方が作りやすいと思います。多分このプールを作るところが一番難しいかな。ここさえできてしまえば、あとは割と安全に作れるはずなので安心してください。こんな感じで溶岩の中に床と壁を全面敷いてプール状にできたら、次は壁の側面にアブソーバーをつけてアイテムを誘導するようにします。アイテムがちゃんと誘導できるようにアブソーバーをつけることができたら、上りコンベアでアイテムが溶岩の上に出てくるように、誘導します。そうすることで、どんな深さの溶岩でもアイテムを地上に持ち運ぶことができます。で、コンベアに引き継いだ後は、上に持ち上げて好きなようにアイテムを回収しましょう。この施設はすぐにチェストがいっぱいになってしまうので、終わりの部分にはたくさん市場を置いておいた方がいいです。そうしないとコンベア上に大量のアイテムが残ってしまってかなり重くなるので、市場を置くことを推奨します。次にキングモノを生産部分は、王子モノを横から生み出すための交配所と、ここは深さにもよるんだけど、溶岩が深い場合は溶岩の下に、クロス板を置いて、その上に、緑物交配所を置きます。浅い場合は王子物に回復が届かない可能性があるので、その時は横放置で紹介した交配所の置き方をして、この王子物の交配所の下に緑物交配所の土管が、潜り込むような形になる配置をすると、安定しやすくなると思います。
で、これで王子が回復することが確認できたら、次は物の供給部分。まず煙突を立てて、天井との、位置を確認してください。青物を生み出す部分と、その上に大鍋。で、大鍋の上にまた交配所の配置になるので、だいたいこの王子物が来る高さから、1、2、3、4、5、5段の高さに青物の交配所を配置します。で、煙突がまずできたら、煙突の、両サイドに坂道を置きます。そして坂道の上にダッシュ板も置きます。このダッシュ板が、物が落ちる場所になります。置けたら土管の真下にダッシュ板が来るように交配所を配置します。そのすぐ上に床で、床の上に大鍋を配置して、大鍋の上に交配所を置きます。この時交配所の土管がくっつかないようにしてください。くっついてしまうとね、土管に引っかかって回復用の緑物が大鍋まで落ちない可能性があるので、必ず離すようにしてください。あとは緑物と青物を配置して、ちゃんと下の部分まで物が落ちてくることを確認してください。で、王子物がキング物に進化するときに物を4匹消費するんだけど、どうもね、物の方が生産速度が若干速いみたいなので、物が溢れちゃうんだよね。で、それを阻止するために、あえてここの壁は開けておきましょう。で、開けっぱなしだと多少落ちるのが早すぎる気がするので、僕は若干落ちにくくするために坂道を置いています。今のところこの配置で特に問題はないんで、これで大丈夫だと思います。あとはお好みでアイテムを市場に誘導するようにすると、負荷を抑えることができます。これで全体の説明は終わりかな。注意事項として、最初に、マグマダイブしないように敷いておいたこの辺りの床は取り払うようにしておいてください。非常にレアなケースなんだけど、キングモノがこの辺りに出てしまうことがあって、その時に攻撃される可能性があるので、特にプレイヤーに近い側の床は全部取っ払っておくことをお勧めします。18時間放置して1回やっただけなんで、普通は遭遇しないと思うけどね。で、この施設の使い方としては、使用するときはこの木の板の部分を設置するようにしてください。プレイヤーの目の前と物と王子物が溜まる部分の床、そしてその物と王子物の間にある壁、この4枚を設置するようにします。で、放置をやめてこの場所を離れるときは、これとこれとこれとこれを回収すると、施設がね完全に止まるので安全な状態となります。あと、長時間放置するとどうしてもキングモノを吹っ飛ばすダッシュ板がこんな感じでちょっと傾いちゃうんだよね。この傾きはエラーの、バグの原因となるので、傾いてるなと思ったら適宜まっすぐ設置し直すようにしましょう。で、使うときは床を置いて壁を置けばまた使えるようになります。これで全体の作り方は OK かな。もしわからないことがあれば動画のコメントか Twitter または配信中に聞きに来てください。ということで、新型キングモノ自動処理施設の紹介でした。こんな感じで便利な施設を作ったり改良したり研究したり別ゲーしたりする配信を普段毎日22時過ぎくらいからやっているので、よかったら配信の方も見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価の方もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。